こんにちは。クリエイティブディレクターの福原です。アクション RPG グランブルーファンタジーリリンクエンドレスラグナロクの発表以降、大きな反響をいただけており、開発チーム一同ラストスパートに向けて励みにさせていただいております。ありがとうございます。今回の動画では4月24日から開催させていただくオープンベータテストに関してと、本作エンドレスラグナロクについての説明と紹介をさせてください。本作の目玉の一つとしてクロスプレイ対応があります。オープンベータテストではそのクロスプレイに関わる検証をクローズドベータテストから範囲を広げる形で行わせていただくのが目的となっています。そのためコンテンツの内容はクローズドベータテストと同様になっている点、ご了承いただけますと助かります。と言いつつ、実は新たなクエストが一つ追加されます。新たなクエストではエンドレスラグナロクのストーリー中盤以降で登場するアクイラ・ルビードールという敵と戦うことができるほか、新システム召喚が使用可能となっています。クローズドベータテストに参加された方もぜひオープンベータテストに参加して挑戦してみてください。ここで本作の商品形態について改めてご紹介をさせてください。本作エンドレスラグナロクは2024年に発売したグランブルーファンタジーリリンクの超大型拡張となっています。前作リリンクをプレイしていただいた方はアップグレードキットというダウンロードコンテンツをご購入いただくことでセーブデータを引き継いでプレイすることが可能です。ゲーム内容としてはリリンクの直接的な続きが楽しめるというものですから、エンドレスラグナロクとしてのストーリーはリリンクのクエストベンリア絵巻大いなる空を狩る黒銀の翼プロトバハムート戦のクリア後からスタートします。エンドコンテンツに近い立ち位置とも言えますが、本作から初めてゲームをプレイされる方でも到達しやすくなるよう、前作リリンクの範囲のゲームバランスの大規模な調整を行いました。キャラクター育成要素の緩和と一部クエストのバランス調整等により、ゲーム全体がより遊びやすくなるよう調整しました。またアビリティのバフ・デバフがダメージ上限値の関係で恩恵を受けづらかった点を計算式自体を変更するなどで活躍しやすく変更しています。これによってオープンベータテストで確認できるキャラクターの中でアビリティの数値に変更が入っているものがいくつかありますが、実質的な効果値は前作とほぼ変わらないようにしています。この他の変更箇所を含め具体的な内容は発売日近辺にてパッチノートで公開させていただく予定です。アクイラ・ルビードール戦は3つのクエストをクリアすることで出現します。本来はエンドレスラグナロクのストーリー中盤以降で登場する敵ですので、アクション難易度は少し高めです。パラメータはオープンベータ用のパーティーで倒せるよう調整されているので、召喚を使いつつ撃破に挑戦してみてください。なお本作ではアシスト操作、フルアシスト操作の使用可能範囲が拡張されています。前作では使用できなかった難易度マニアック、プラウドでもアシスト操作が使用可能になるのに加え、エンドレスラグナロクのエンディングまでの範囲でも使用可能になっています。アクションが苦手でリリンクのエンドコンテンツはプレイしていなかったという方でも十分に楽しんでいただけるようにしています。新システム召喚はエンドレスラグナロクのストーリー序盤から使用可能となります。メインメニューに召喚石が追加されるので、入手した召喚石を装備することで召喚が使用可能となります。バトル中リンクアタックをはじめとした連携行動をすると召喚ゲージが上昇します。装備している召喚石のコスト分のゲージを貯めた後、 R ボタンと対応した方向キーで発動できます。なお召喚を使用するたびに発動コストが低下していくので、高コストの召喚はバトル後半であるほど発動しやすくなります。使用する順番も戦略に組み込んでみてください。マルチプレイでは使用できる召喚石は参加メンバーで持ち寄る形となり、装備スロットの上のものを優先で使用することとなります。
装備によるスキル効果等は影響を受けませんが、自分で使用できる召喚石に制限がかかる点はご注意ください。もう一つの召喚、アセンドチェインについてご紹介します。アセンドチェインはリンクタイム発生で発動条件を満たし、その後に扇フルチェインすることで発動します。オープンベータテストのアセンドチェインではプロトバハムートのみ登場しますが、製品版では別の聖小獣も登場しますのでご期待ください。召喚とアセンドチェインを使用できるのは製品版では難易度カオス以上のクエストのみとなりますが、オープンベータテストではアクイラ・ルビードール戦でお試しいただけます。以上、今回はオープンベータテストの概要とそれに関連するエンドレス・ラグナロクの内容についての一部をご紹介させていただきました。2026年7月9日の発売に先駆けて、わずかではありますが新要素に触れていただくことができますので、よろしければぜひオープンベータテストにご協力いただけますと非常に助かります。今後の続報にもご期待いただけると嬉しいです。ありがとうございました。